理解説。1986年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1986年ってどんな映画が流行ったか覚えてる？お、いい質問だな。1986年は日本で多くの名作映画が公開された年だぜ。アクションからドラマ、SF まで、バラエティ豊かな作品が勢揃いだったのぜ。へえ、そんなにいろんなジャンルの映画があったんだ。でも、どんな映画が特に話題になったの？例えば、トップガンとかロッキー4みたいな大ヒット作があったし、日本映画でもキネマの天地や熱海殺人事件みたいな名作が公開されたんだぜ。うわぁ、どれもタイトルを聞いただけでワクワクしちゃうね。でも、どうして1986年ってこんなに映画が充実してたの？それは、1980年代の映画業界が世界的に盛り上がっていたからだな。ハリウッドではアクション映画や SF 映画の黄金期と言われ、日本でも個性的な作品がたくさん作られていたんだぜ。なるほどね。そういう時代背景もあったんだ。でも、たくさん映画があると、どれから見ればいいか迷っちゃうなぁ。そこで、今回は1986年に日本で公開された映画の中から、特に人気や影響力の大きかった10作品をランキング形式で紹介するぜ。第10位、熱海殺人事件。熱海殺人事件は、塚公平の代表作とも言える舞台劇を映画化した作品だぜ。独特の演出と緊張感のあるストーリーが話題になったんだ。へえ、舞台劇が原作なのね。でも、どんな話なの？簡単に言うと、熱海で起きた殺人事件をめぐる刑事たちの心理戦を描いたミステリー作品だぜ。主人公は木村伝兵衛というベテラン刑事。彼が部下の女性刑事水野智子と共に、ある殺人事件の真相を暴いていくんだ。刑事ものなのね。でも、普通の刑事ドラマとは違う感じがするわ。その通り、この映画の特徴は、塚公平独特のセリフ回しと演出にあるんだ。登場人物たちがまるで舞台の上にいるように、早口でリズミカルに会話を交わすスタイルなんだぜ。あと、ストーリーも単なる推理物じゃなくて、社会風刺や人間の心理を深く掘り下げた作りになっている。なるほどね。演技も演出も、普通の映画とは違った魅力があるのね。でも、なんでそんなに話題になったの？この映画は、もともと舞台劇として人気があったから期待度も高かったし、映画になってもその独自のスタイルを活かしていたからだな。それに、主演の中台達也が強烈な演技を見せてくれたのも話題の一つだぜ。中台達也って、すごい俳優さんだよね。シリアスな演技が印象的な人だわ。そうそう。彼の迫力ある演技が、この映画の緊張感を一層高めているんだ。刑事ドラマといっても、ただの事件捜査じゃなくて、人物の心理描写がものすごく深い。だから、単なるミステリー好きだけじゃなくて、演劇ファンや社会派ドラマが好きな人にも刺さる作品になってるんだぜ。へえ、そんなに奥が深い映画なんだね。じゃあ、この映画の見どころってどこなの？やっぱり、塚公平らしい独特の会話劇と、キャラクターたちの異常とも言える緊迫したやりとりだな。普通の映画とは違って、まるで舞台上で繰り広げられる演劇をそのまま映像化したような感覚が味わえるんだぜ。なるほど。ちょっと普通の映画とは違う雰囲気が楽しめそうね。でも、ミステリー映画としての面白さもあるの？もちろん、事件の真相に迫る過程はスリリングだし、登場人物たちの複雑な心理戦が絡み合って、見応え十分だぜ。サスペンスと演劇の要素が絶妙に融合した作品なんだ。第9位、未来世紀ブラジル。未来世紀ブラジルは1、イギリスのテリー・ギリアムが監督を務めたんだ。彼は、モンティ・パイソンのメンバーでもあって、独特の映像表現で知られているぜ。モンティ・パイソンってイギリスのコメディ集団よね？じゃあ、この映画もコメディなの？いや、これはディストピア SF だぜ。全体的にブラックユーモアが効いてるけど、内容はかなりシリアスだ。舞台は近未来の監視社会で、人々は政府の徹底した管理下に置かれている。無意味な書類作業や官僚主義がはびこり、個人の自由が奪われた世界だな。それってなんか、1984みたいね。ストーリーはどうなってるの？
主人公のサム・ラウリーは、政府機関に勤める冴えない官僚。毎日単調な書類仕事をしてるんだけど、夢の中では自由に空を飛び回る英雄になっているんだ。そんな彼がある日、政府のミスで無実の市民が5人逮捕される事件を目撃し、その事件に巻き込まれていく。5人逮捕って、かなり怖い話じゃない？そうなんだ。でも、サムは偶然、夢の中で見た理想の女性そっくりのジルという女性と出会うんだ。彼女を救うために行動を起こすけど、そのせいで彼自身が反政府勢力とみなされて追われる身になってしまうんだぜ。夢と現実が交錯する感じなのね。でも、それってハッピーエンドになるの？そこがこの映画の衝撃的な部分だな。一般的なハリウッド映画のようなハッピーエンドではなく、かなりシニカルな結末になっているんだ。見る人によっては救いがないと感じるかもしれないぜ。それって見た後にずしんとくるタイプの映画？まあ、そういう側面もあるけど、映像表現がすごく独特で、シュールな演出やレトロフューチャーなデザインが満載だから、見ていて引き込まれるんだ。社会風刺のメッセージも強くて、単なる SF 映画とは一線を画しているぜ。なるほどね。ただの未来 SF じゃなくて、社会の問題を風刺してるのね。じゃあ、見るならしっかり集中して考えながら見た方がいいのかな？そうだな。単純に楽しむっていうより、映像やメッセージをじっくり味わう映画だな。見るたびに新しい発見があるし、考えさせられることも多い作品だぜ。第8位、イヤー・オブ・ザ・ドラゴン。この映画はクライムアクション映画だ。監督は、ディアハンターで有名なマイケル・チミノ。そして脚本を手掛けたのはオリバー・ストーンだぜ。それってかなりの大物コンビじゃない？どんな話なの？舞台はニューヨークのチャイナタウン。麻薬取引や裏社会の抗争が激化している時代で、主人公の刑事スタンリー・ホワイトが新たな犯罪組織のリーダー、上位隊と戦いを繰り広げるんだ。チャイナタウンを舞台にした犯罪映画なのね。でも、ただの刑事ブスマフィアの話じゃないんでしょ？そうだぜ。この映画の面白いところは、主人公スタンリー・ホワイトのキャラクターだ。彼はベトナム戦争機関兵で、正義感が強くて手段を選ばない強硬派の刑事なんだ。でも、そのやり方が問題を引き起こし、警察内部でも衝突が起こる。戦争経験がある刑事って、なんだか癖が強そうね。癖どころか、めちゃくちゃ強引なやつだぜ。しかも上位隊もただのギャングじゃなくて、頭脳派で冷酷なリーダー。二人の戦いはまるで戦争みたいに激しくなっていくんだ。うわぁ。単なる刑事ドラマじゃなくて、戦争映画みたいな迫力がありそうね。まさにそんな感じだぜ。銃撃戦のシーンも激しくて、アクション映画としての見応えも抜群なんだ。でも、それだけじゃなくて、チャイナタウンの文化や移民社会の問題も描かれている。社会派なテーマも含まれているから、ただのアクション映画じゃないぜ。社会問題も扱ってるのね。でも、それなら話題になったんじゃない？確かに評価は高かったけど、一方で批判もあったんだ。特にアジア系アメリカ人コミュニティからは中国系の描かれ方が偏見的だって批判の声も上がったんだぜ。なるほど。当時の価値観と今の価値観では、受け止め方が違うのかもね。でも、アクション映画としての完成度は高いんでしょ？もちろんだぜ。エンタメ映画としての迫力もあるし、キャラクターの心理描写も深い。犯罪映画が好きな人にはおすすめの一本だぜ。第7位、F、X、引き裂かれたトリック。これはアメリカのサスペンスアクション映画だぜ。監督はロバート・マンデルで、映画の特殊効果技師が巨大な陰謀に巻き込まれるというユニークなストーリーが特徴なんだ。特殊効果技師が主人公？なんだか普通のアクション映画とは違う感じがするわね。そうなんだ。この映画の主人公、ロリー・タイラーはハリウッドで活躍する特殊効果のプロフェッショナル。ある日、彼に政府の承認保護プログラムのための依頼が舞い込むんだ。承認保護？それってどういうこと？ FBI が彼に、ある重要証人を暗殺する演出を手伝ってほしいと頼むんだ。要するに、証人が死んだように見せかけて、敵から守るという計画だったんだぜ。なるほど。
ハリウッドの特殊効果を使って嘘の暗殺を演出するのね。でも、それが陰謀に巻き込まれるきっかけになるの？そうだぜ。ロリーは依頼通りに仕事をこなすんだけど、実は FBI の内部に裏切り者がいて、本当に彼を消そうとしていたんだ。気づいた時には、自分か標的にされてしまい、命を狙われることになるんだぜ。それってかなりピンチじゃない。主人公はどうやって逃げるの？そこがこの映画の面白いところだぜ。ロリーは映画の特殊効果を駆使して、自分を追う敵を次々に翻弄していくんだ。例えば、偽の銃弾を使ったり、爆発のトリックを仕掛けたり、映画の撮影で培った技術をフル活用するんだぜ。それは面白い設定ね。ただの逃亡劇じゃなくて、映画の技術が活かされてるのね。そうそう。アクション映画って言うと、銃撃戦やカーチェイスがメインになりがちだけど、この映画はそういう定番の要素に加えて、映画の特殊効果が重要な武器になってるんだ。だから、普通のアクション映画とは一味違うスリリングな展開になってるんだぜ。でも、主人公は普通の技師なんでしょ？銃とか武道が得意なわけじゃないのに、どうやって戦うの？まさにそこが面白いところだぜ。ロリーはスーパーヒーローじゃない。だからこそ、頭を使って戦うんだ。暴力ではなく、知識と技術で敵を倒すっていう点が、他のアクション映画とは違う魅力になってるんだぜ。なるほど。頭脳戦って感じね。でも、最後はどうなるの？それは見てのお楽しみだぜ。ただ、ラストの展開もかなり意外性があって、スリル満点だ。あと、この映画には続編もあるから、気に入ったらそっちもチェックするといいぜ。第6位、極道の妻たち。この映画は1986年に公開された日本の人気映画で、家田宗氏のノンフィクション小説が原作なんだ。従来のヤクザ映画とは違って、極道の男たちを支える妻たちの視点から描かれているのが特徴だぜ。ヤクザの奥さんが主役なのね。でも、どういう話なの？主人公は、極道の世界で生きる女たち。夫が抗争に巻き込まれたり、裏切りが起こったりする中で、彼女たちは自らの信念と覚悟を持って生きていくんだ。単なる裏社会の女じゃなくて、彼女たちの強さや悲しみ、人間関係の複雑さが描かれるんだぜ。へえ、単なる暴力映画じゃなくて、人間ドラマとしての要素も強いのね。でも、人気映画ってやっぱりアクションシーンもあるんでしょ？もちろんだぜ。派手な銃撃戦や抗争シーンもあるし、男たちの生き様も描かれる。でも、この映画の見どころは、そんな暴力の世界の中で、それでも誇りを持って生きる女の強さなんだ。だから、単なるアクション映画とは違うぜ。女性が主役のヤクザ映画って珍しいわよね。でも、それだけ人気があったの？めちゃくちゃ人気があったぜ。主演の岩下志麻の迫力ある演技が話題になって、一大シリーズ化されたんだ。続編が何本も作られて、1990年代まで続いたんだぜ。そんなに続いたの？やっぱり内容が面白かったのね。そうだな。男社会の裏側を、女性の視点で描くことで、新しい視点の人気映画になったんだ。しかも、ストーリーだけじゃなくて、セリフの一つ一つが重みがあって、すごく印象的なんだぜ。確かに、男たちの背後で支える妻たちの生き方って、普通のヤクザ映画とは違った視点で見れそうね。そうそう。この映画がヒットしたことで、今までのヤクザ映画とは違う切り口の作品が増えていったとも言われているんだ。だから、人気映画の歴史的にも重要な一本だぜ。第5位、セント、エルモス、ファイヤー。この映画はアメリカの青春ドラマ映画なんだ。監督はジョエル・シュマッカーで、若者の葛藤や成長を描いた作品だぜ。青春映画なのね。でも、タイトルのセントエルモスファイヤーってどういう意味なの？セントエルモスファイヤーっていうのは、船乗りの間で知られる発光現象のことだぜ。嵐の前触れとして現れる不思議な光で、この映画では、人生の新たな旅立ちの象徴として使われているんだ。へえ、なんだか詩的なタイトルね。でも、ストーリーはどんな感じなの？物語は、ワシントン DC にあるバー、セントエルモスバーを拠点に集まる7人の若者たちが、
それぞれの人生に悩みながら成長していくっていう話だぜ。大学を卒業して大人の世界に踏み出した彼らは、恋愛や仕事、夢と現実のギャップに直面しながら、それぞれの道を模索していくんだ。ふむふむ。学生から社会人になったばかりの悩みや葛藤がテーマなのね。それって結構リアルな話になりそう。そうなんだぜ。登場人物たちはそれぞれ個性的で、エリート志向のやつ、夢を追うやつ、恋愛に振り回されるやつ、責任から逃げようとするやつ。いろんな若者が出てくるんだ。彼らがぶつかる問題が、見てる人にも共感しやすいんだぜ。確かに、そういう時期の悩みって誰にでもあるわよね。でも、この映画が特に話題になった理由って何なの？一番の理由は、出演者が豪華だったことだな。この映画には、後にブランチパックって呼ばれる若手スターたちが勢揃いしてたんだ。エミリオ・エステベス、ロブ・ロー、アンドリュー・マッカーシー、デミ・ムーア。当時のハリウッドの若手俳優の代表格が勢揃いしてたぜ。そんなにスターが集まってたの？それは話題になるわね。そうだぜ。当時の若者たちにとっては、彼らの姿が自分たちと重なる部分も多かったから、共感できる作品だったんだ。特に80年代の雰囲気が詰まっていて、ファッションや音楽も注目されたんだぜ。音楽も話題になったの？もちろん、映画のテーマソング、セントエルモスファイアー、マン・イン・モーションは大ヒットしたんだ。歌ったのはジョン・パーで、この曲は今でも80年代の名曲として知られているぜ。なるほど。音楽も青春映画の雰囲気を盛り上げるのね。そうなんだ。この映画は、ただの甘酸っぱい青春物語じゃなくて、人生の転機に立たされた若者たちのリアルな悩みを描いているから、大人になってから見ても共感できる作品なんだぜ。第4位。でも、第1の挑戦。これはアメリカのアクション映画だぜ。監督はガイ・ハミルトンで、主演はフレッド・ボード。実はこの映画、当時アメリカ版ジェームズ・ボンドを目指した作品だったんだ。アメリカ版ジェームズ・ボンド？それってスパイ映画ってこと？まあ、スパイ要素もあるけど、どっちかっていうと忍術を駆使したアクション映画だな。この映画の主人公、レモ・ウィリアムズは元ニューヨーク市警の刑事だったんだけど、ある日政府の極秘組織にスカウトされて、暗殺者として鍛えられることになるんだ。暗殺者？正義の味方じゃなくて、そっち側なの？一応、正義のために動く組織のエージェントって立ち位置だな。でも、彼の訓練方法が普通じゃないんだ。韓国の伝説的な武術指南樹を使う師匠チュンの下で、超人的な戦闘技術を叩き込まれるんだぜ。指南樹？聞いたことないけど、それってどんな武術なの？簡単に言うと、超人的な身のこなしや回避能力を極限まで高める武術だな。レモは師匠の指導を受けるうちに、銃弾を避けたり、壁を駆け上ったりするような超人的な能力を身につけていくんだぜ。それって、もう普通の人間じゃないじゃない。アメコミのヒーローみたいね。そうなんだよな。でも、訓練のシーンはコメディ要素も強くて、師匠のチュンとの掛け合いがすごく面白いんだ。チュンはめちゃくちゃ厳しいけど、どこかユーモラスなキャラで、彼の存在が映画の雰囲気を軽快にしてるんだぜ。アクションだけじゃなくて、コメディの要素もあるのね。それなら見やすそう。そうだな。アクション映画って言うとシリアスな展開になりがちだけど、この映画は軽妙なやりとりが多いから、アクション初心者でも楽しめると思うぜ。でも、この映画って当時どれくらい話題になったの？実は、もともとシリーズ化を狙って作られた作品なんだけど、興行的には思ったほどの成功にはならなかったんだ。でも、独特の世界観とユーモアが評価されて、カルト的人気を持つ作品になったんだぜ。へえ、シリーズ化の予定があったのに、でもファンの間では人気が高い映画なのね。そうだな。特に師匠チュンのキャラクターが強烈で、今でも名作コメディアクションとして語られることが多いんだ。アクション映画だけど、ちょっと違った視点で楽しめる一本だぜ。第3位。キネマの天地。これは日本映画の黄金時代を背景に、映画作りに情熱をかける人々の姿を描いた作品なんだ。山田洋次監督って、男は辛いよシリーズで有名な人よね。
ってことは、この映画もコメディっぽい感じなの？いや、どちらかというとヒューマンドラマ寄りだな。もちろんユーモアもあるけど、映画制作の裏側にある人間ドラマがメインだぜ。物語の舞台は戦前の日本映画界。主人公の青年島田健次郎は、新進気鋭の映画監督として奮闘するんだ。戦前の映画業界が舞台ってことは、かなり昔の話なのね。ストーリーはどんな感じ？健次郎は、ある新人女優小春を主演に迎えて映画を作ることになるんだ。彼女はまだ演技経験が浅いんだけど、持ち前の純粋さと努力で、少しずつ女優としての才能を開花させていく。でも、映画制作の現場は厳しくて、様々なトラブルや人間関係の問題に巻き込まれていくんだぜ。うわぁ、映画業界って華やかなイメージがあるけど、裏ではそんな苦労があるのね。そうなんだよ。特にこの時代は、映画がまだ新しいエンターテインメントとして発展している時期で、監督や俳優たちは大きな夢を持ちながらも、苦しい現実と戦っていたんだ。その中で生まれる葛藤や友情、そして映画にかける情熱が、この映画の見どころなんだぜ。なるほどね。でも、昔の映画界の話って、今の私たちが見ても楽しめるの？もちろんだぜ。映画を愛する人なら絶対に刺さる作品だし、昔の映画制作の様子を知ることで、今の映画との違いも楽しめる。しかも、出演者も豪華で、渥美清や中井貴一、松坂慶子といった名優が揃っているんだ。おお、それはすごいキャストね。渥美清さんって、寅さんの人じゃない？そうだぜ。渥美清が演じるキャラクターも魅力的で、映画に関わる人々の温かさや夢がしっかり描かれているんだ。この作品を見ると、映画を作ることの素晴らしさを改めて感じられるぜ。第2、ロッキー4、炎のロッキーシリーズの第4作目で、シルベスター・スタローンが主演監督脚本を務めた、まさに彼の代表作とも言える作品だな。へえ、スタローンって主演だけじゃなくて、監督もやってたのね。でも、この映画のテーマって何なの？この作品は、単なるボクシング映画じゃなくて、冷戦時代のアメリカとソ連の対立を背景にしたストーリーになっているんだ。ロッキーの親友であり、元ライバルのアポロ・クリードが、ソ連のボクサー、イワン・ドラゴとエキシビションマッチをすることになる。なるほど。国を越えたボクシングの試合ってわけね。でも、それがどうしてロッキーの戦いにつながるの？実はその試合で、アポロはドラゴの強烈なパンチを受けてリング上で命を落としてしまうんだ。ロッキーは親友のアダを撃つために、ソ連でドラゴと対戦することを決意するんだぜ。まさかの復讐戦。でも、ロッキーってアメリカの選手でしょ？ソ連で試合するのって大変じゃない？そうなんだよ。しかも、ドラゴは科学的なトレーニングを受けて、人間離れした強さを持っている。一方のロッキーは、シンプルなトレーニングで己の肉体を鍛え上げるっていう対比が描かれているんだ。なるほど。機械と科学の力を使うドラゴブス自然の中で鍛えるロッキーっていう構図なのね。そうだぜ。ロッキーは雪山を駆け巡り、原始的なトレーニングで体を極限まで追い込む。一方、ドラゴは最新の機械と薬物の力で鍛えられる。この対照的なトレーニングの描写が、映画の大きな見どころの一つなんだ。単なるボクシング映画じゃなくて、アメリカとソ連の対立を象徴するような映画になってるのね。そうだな。戦うのはロッキーとドラゴだけど、その背景には国と国のプライドがあるんだ。そして試合当日、敵意むき出しのソ連の慣習の前でロッキーは戦うことになる。うわぁ。完全アウェイじゃない。それで試合はどうなるの？試合は最初からドラゴの圧倒的なパワーにロッキーが苦しめられる展開になる。でも、ロッキーは何度撃たれても立ち上がるんだ。その姿を見た観客たちは、次第にロッキーを応援するようになっていくんだぜ。ソ連の観客がロッキーを応援するの？そうなんだよ。最後にはドラゴ自身も自分の国の圧力に疑問を抱きながら戦い続ける。そして最終ラウンド、ボロボロになりながらもロッキーが渾身のパンチを決めて、見事に勝利するんだ。すごい。ボクシングの試合だけじゃなくて、人々の心まで動かす展開なのね。そうだぜ。この映画の最後には、
ロッキーが俺たちは変われるっていうスピーチをして、冷戦時代の国同士の対立に変化の可能性を示唆するんだ。まさにスポーツが政治を超える瞬間だな。ただのボクシング映画かと思ったけど、すごく熱いメッセージが込められてるのね。第1位、トップガン。トップガンは1986年に公開されたアメリカのアクション映画で、戦闘機パイロットたちの青春と成長を描いた作品だ。監督はトニー・スコットで、主演のトム・クルーズはこの映画で一気にトップスターになったんだぜ。なるほどね。でも、どんな話なの？物語の主人公はアメリカ海軍の若きパイロット、ピート・マーベリック・ミッチェル。彼は天才的な操縦技術を持ちながらも、無鉄砲な性格で問題児扱いされているんだ。でも、彼はエリートパイロット養成学校トップガンに選ばれ、一流の戦闘機乗りを目指して訓練に挑むことになる。戦闘機の養成学校が舞台なのね。でも、ただの訓練映画ってわけじゃないでしょ？その通り、この映画はアクションだけじゃなくて、人間ドラマも熱いんだぜ。マーベリックは仲間たちとの競争の中で、自分の未熟さを知り、成長していく。そして、恋愛もあるんだ。彼は教官の女性、チャーリーと惹かれ合うんだぜ。へえ、軍の訓練だけじゃなくて、恋愛要素もあるのね。どんな風に恋が進展していくの？最初はぶつかり合うんだけど、チャーリーはマーベリックの才能を認めているんだ。そして、お互いに惹かれ合いながら、彼が成長する過程を支えていくんだぜ。なるほどね。でも、この映画の見どころってやっぱり戦闘機のアクションよね？間違いないぜ。この映画の最大の魅力は、実際の戦闘機を使ったリアルな空中戦シーンだ。F14 戦闘機が超高速で飛び交い、迫力のあるドッグファイトが繰り広げられるんだ。CG がまだ発展していない時代に、これだけの映像を撮影したのはすごいことなんだぜ。へえ、全部本物の戦闘機で撮影されたのね。それは迫力がありそう。しかも、BGM が最高なんだよな。デンジャーゾーンやテイクマイブレスアウェイは、今でも映画音楽の名曲として有名だぜ。確かに聞いたことあるわ。音楽も映画の雰囲気を盛り上げてるのね。そうなんだ。音楽と映像が完璧に組み合わさって、見る人のテンションを最高潮に持っていく。それが、トップガンの魅力なんだぜ。なるほどね。でも、この映画って当時どれくらいヒットしたの？全世界で大ヒットして、アメリカだけで1億7000万ドル以上の興行収入を記録したんだぜ。さらに、アメリカ海軍への入隊希望者が急増するほどの影響を与えたんだ。そんなに、映画の影響で海軍に入りたくなる人が続出したの？そうなんだよ。それだけ、トップガンは、多くの人に夢を与えた映画なんだ。そして、2022年には続編のトップガンマーベリックも公開されて、再び大ヒットしたぜ。すごい。そんな長年愛される映画なら、私も見てみたくなったわ。そうだろ？戦闘機アクション、青春ドラマ、熱い音楽。どれも最高の要素が詰まった伝説の映画だから、絶対に見る価値があるぜ。総評、まとめ。ついに1986年の日本公開映画ベスト10を全部紹介し終えたわね。そうだな。振り返ってみると、1986年って本当にバラエティ豊かな映画が揃ってた年だったな。アクション、サスペンス、SF、青春映画、ヒューマンドラマ。いろんなジャンルがあって、それぞれに魅力があったわね。そうだぜ。特にトップガンやロッキー4みたいなアクション映画は、今でも熱いファンがいるし、未来世紀ブラジルみたいな独特な世界観の作品も印象的だったな。日本映画も負けてなかったよね。キネマの天地みたいに映画そのものをテーマにした作品や、極道の妻たちみたいな女性が主役の人気映画もあって、すごく幅広かった。1980年代は映画業界全体が勢いに乗っていた時代で、ハリウッドも日本も名作が次々と生まれた時期だったんだ。特にこの年は、単なる娯楽映画だけじゃなくて、テーマ性の強い作品も多かったのが特徴だな。確かに、ただのアクションやエンタメ映画じゃなくて、社会的なメッセージが込められた映画も多かったわね。そうだな。そして、
1986年の映画は今見ても全然色褪せない魅力があるんだ。むしろ、今だからこそ新しい視点で楽しめるものもあるぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。